こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回は岡山駅から赤穂線を経由して姫路まで乗車してみたいと思います。今回乗りますのは中国地域色と呼ばれる黄色い115系。この電車最初に作れたのは1963年のことで、もし初期製造のものが残っていれば来年還暦を迎えるような車両となります。この地域には2つの路線がありまして、山間部の和気や上郡を通るのが山陽本線、瀬戸内海に近い赤穂や備前市を通るのが赤穂線となります。岡山から3駅目の東岡山駅、この列車たまたまなんでしょうか、かなり混雑しておりまして、ここで少し乗客が降りて窓側が空いたので、ようやく撮影を開始しました。この駅を出ますと赤穂線と山陽本線が分岐しまして、山陽線は左方向に、赤穂線は右方向に進んでいきます。岡山から数えて10駅目、西片上駅に到着です。昔片上鉄道というのがありまして、そちらの乗り換え駅となります。ちなみに片上鉄道は現在でも動態保存がされておりまして、月に1回ほどわずか数百メートルですが運行されているようでございます。線路跡はこのようにサイクリングコースになっております。西片上から3駅ほど進みまして、今度は海辺の町日生に到着です。この駅の周辺からは小豆島に渡るフェリーが出ておりまして、ちょうど1時間で小豆島に行けるようです。この付近は入り組んだ海岸線をしておりまして、これは別の日にレンタカーを借りて撮影したものですが、海にあるのは牡蠣の養殖場になるようです。素晴らしい眺望が望める地域となっております。正面の船がちょうど小豆島に行くフェリーとなるようです。赤穂線は単線ですので、このようなすれ違いがところどころで発生します。それに対して山陽本線の方は複線ですので、ダイヤ的に早く着きまして、皆さん岡山から姫路へ移動される場合は山陽本線を選ばれるかと思いますが、途中下車を何度も繰り返すようなぶらり旅をするのであれば赤穂線もおすすめでございます。近年 JR 西日本管内においては利用客の少ない駅は無人駅となっておりますが、こちらの天和駅も例外に漏れず無人駅となっております。この駅の駅名板を見て天保駅やという人は麻雀好きな方で、ちなみに天保とは親が最初から上がっている状態のことを言います。始発の岡山駅から乗り始めておよそ1時間、終点の播州赤穂駅に到着です。忠臣蔵で有名なこちらの赤穂なんですが、街並みもこのような感じで江戸時代を模したような素敵な街並みとなっております。駅前の道をまっすぐ進みますと大手門が見えてまいります。赤穂城の敷地内にはこのような素敵な庭園も残されておりまして、あとは外堀に城壁、あるいは門などが残されております。こちらは筋違い門と呼ばれる構造で、敵の侵入を防ぐ作りとなっているようです。この城は江戸時代に作られた城ですので、天守閣が作られず、
天守閣を作るはずだった土地を天守台と言いますが、それだけが残されておりまして、こちらが天守台から見た景色になります。さて、播州赤穂からは姫路から新快速電車に連絡する223系に乗車。今まで乗ってきた黄色い115系とはここでお別れです。さて、間もなく見えてくるショッピングモールイオンなんですが、昔はジャスコだったそうで、赤穂にあるジャスコということで略してアコジャと今も呼ばれているようです。チャンネル登録よろしく。さて、播州赤穂からわずか一駅ですが、こちらがお隣の佐古市駅となります。この佐古市からおよそ2キロぐらい離れたところの海岸線に牡蠣の名産地がありまして、この看板を目印に進んでいきますと、穏やかな海沿いに牡蠣の処理場のようなものがありまして、それの駐車場越しの隣にありますのがこちらの食い道楽というお店になります。このお店では下処理した牡蠣をその場で焼いて食べるバーベキュースタイルで提供しているようですが、今回私は自分で焼くのが面倒なので、もうすでに焼いて提供されるようなセット、こちらは佐古市御膳というセットですが、こちらをいただいてみました。内容は茶碗蒸しに蒸し牡蠣、それから牡蠣フライに、これは牡蠣の和え物ですね。それからお刺身に生牡蠣、それから焼き牡蠣にご飯と味噌汁もつきまして、お値段の方は3300円。蒸し牡蠣の方は少々熱々なので後回しにしまして、いろんなものを食べて、これは焼き牡蠣ですね。最後に蒸し牡蠣をいただきまして、プリプリの食感が美味しくて大満足でございました。さて、この佐古市には親戚が住んでおりまして、幼い頃こんな田舎に行くのは嫌だなと思っていたところなんですが、こちらの歴史についてこの日帰った後、茂木先生が動画を上げておりましたので、佐古市の歴史についてはこちらをご覧ください。概要欄の方にもリンクを貼り付けておきます。なお、この動画を見て佐古市にゆかりのあるものとして一夜にして誇りを持つようになったという変わりようでございます。さて、列車の方は進んでいきまして、佐古市からは2駅目、左の方から新幹線と山陽線が合流してまいります。この駅は新幹線も止まる駅、相生駅になります。相生駅から南の方角に1キロほど進みますとペーロン城がございます。こちらには入浴施設ペーロン温泉がありまして、今回は温泉に入ってきたんですが、ここも牡蠣の名所となっておりまして、レストランでいただくことができます。裏手には IHI 石川島播磨重工業の工場がありまして、その間の水路で毎年5月末頃に行われるのが相生ペーロン祭りという有名なお祭りとなっております。ペーロンとはたくさんの人数で船を競わせる競技となっておりまして、要はこんな感じでございます。なお、このペーロン城に向かうには相生よりも隣の西相生からの方が近いかもしれません。佐
さて詳しいことを言いますと、赤穂線は東岡山からこちら相生までで完結する路線ですが、列車の運用に関しては岡山から播州赤穂、播州赤穂から姫路へと2つの系統に分かれて運用されております。以前は直通する便もあったようですが、今では必ず赤穂駅で乗り換えが発生いたします。もうすぐ青春18切符のシーズンかと思いますが、もし目的のない旅をされるのであれば赤穂線もおすすめでございますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。では網干総合車両所を通過して右側から新幹線の線路が近づいてまいりますと、まもなく姫路駅に到着です。だいたい姫路駅ではホームにある駅そば屋でそばをいただくんですが、この日はお腹いっぱいでしたので向かいの新快速に乗り換えて帰りたいと思います。あと赤穂線を旅されるのであれば、相生駅か播州赤穂駅でレンタカーを借りるのがおすすめとなっております。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。